さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、なんと混ぜるだけで本格的な味わいになるパウンドショコラ、こちらをご紹介します。最後まで見てください。では行きましょう。お願いします。はい。じゃあ材料を紹介していきます。これメインのビターチョコレートですね。大きい方が溶かすやつで、ちっちゃい方のチョコレートは刻む用です。あとミルクチョコレート。今日これビターとミルクをブレンドして、すごい滑らかな味を作っていきます。あと無塩バターと卵、上白糖とアーモンドパウダー、あとベーキングパウダーと薄力粉で作っていきます。はい、じゃあ作っていきたいと思います。これチョコレートですね。これまだ全然溶かしてないものですね。ここに、上白糖。これグラニュー糖じゃなくて上白糖にしてるのは、上白糖ってちょっとしっとりする成分入ってるんですよ。ビスコっていうのが入ってるんですけど、それなのでこれ使っていきます。これ入れちゃう。今日ビターだけだとちょっと味わい足りないんで、これミルクチョコブレンドするとさらに味わい良くなるんで、これも混ぜます。で、バターですね。よくなんかこう柔らかい状態とかいろいろ言うんですけど、もう一切気にせず、もう冷蔵庫から出したてでもいいので、これもボウルに入れちゃいます。で、これを600ワットのレンジで、溶けるまでチンしたいと思います。じゃあちょっと温めます。はい、これ一応今、600ワット30秒ですね。まだちょっと溶け残ってるので、もう30秒かけていきます。はい、これ今600ワットで30秒3回やりました。一応全部溶けてるんですけど、まだちょっと砂糖が溶け残ってるように見えるんですけど、これ卵入れていくと全部溶けていくので、これで OK です。で、こっちのチョコレート温めたので、この卵が冷蔵庫から出したてのめちゃくちゃ冷たいやつじゃない方がいいです。少し出しといた方が、あったかいところに入っていくので混ざりやすいです。これで混ぜます。これちょっと、見たらわかると思うんですけど、ちょっとこう分離したみたいに見えるんですね。でもこれは水分がちょっと足りないだけなので、このまま卵入れていくとすごいツヤツヤの滑らかな状態になるので、このまま混ぜていってください。はい、そしたらもう卵入れていきます。もう2回に分けるぐらいで大丈夫です。万が一全部入れちゃってもちょっと混ざりづらいだけで綺麗に混ざるんで、気にせず入れてください。これわかるかな？ツヤっぽく滑らかなチョコソースみたいな状態になってます。あとはここに粉を入れていきます。はい、じゃあ粉は振るっていきます。これアーモンドパウダーと薄力粉とベーキングパウダーですね。こうやって振るっていくんで、一番最初はこれアーモンドパウダーを入れます。薄力粉で量が少ないベーキングパウダー。で、これ振らない人いるんですけど、振るった方が粉がちゃんと混ざるので、必ず振るってください。で、できればね、3回ぐらい振るった方がいいですよ。これだとね、全然混ざりきらないんで。これ1回目、この後またもう2回振ります。じゃあ、こちらの方に、粉をですね、入れていきたいと思います。もう3回に分けてとか、何も気にせずに一気に入れちゃって大丈夫です。これもね、何も気にせず混ぜるだけでできちゃいますからね。粉っぽさがなくなって、混ざりました。これね、混ぜすぎとかないんで、これ混ぜまくってもいいですよ、こうやって。何しても OK です。これで、ベースは完成。あとは残ってるのはチョコチップだけなんで、ここにチョコチップ入れて焼いていきます。じゃあ、チョコチップ、これをちょっと大きいんで刻んでいきます。はい、じゃあチョコチップ刻んだやつ入れていきます。でもしチョコチップじゃなかった、このドライフルーツとか、好きなものをここで入れて大丈夫ですからね。ナッツとか好きなものを入れてください。はい、これ混ぜて完成です。はい、じゃあパウンド型でこれ焼いていきます。オーブンなんですけど、190度に温めて、170度で焼いていきます。もうこの段階でオーブン190度スイッチ入れちゃってください。じゃあこれ流していきます。はい、これ流した状態。これよくね、真ん中にバター絞ったりとかいろいろするんですけど、もうこのまんま焼いてもらえれば綺麗に割れて美味しくできますんで、このまま焼いていきます。はい、焼き上がりました。はい、これ焼けたやつですね。これこっからポイントなんですけど、これまだめちゃくちゃ熱い状態で、型から外して、これをラップで一回くるみます。すごいしっかり焼けてる状態です。まだめちゃくちゃ熱いです。これをラップでくるんであげると、すごいさらにしっとり美味しくできますので、皆さんやってください。
うやって熱いうちにぴっちり包んであげます。そうするともう中までめちゃくちゃしっとりになるので、絶対これやってくださいね。これで粗熱取って常温で置いておきます。はい、じゃあちょっとラップ剥がしてみますね。これかなりしっとりしてるんですけど、これラップするのとしないのだと全然仕上がり違っちゃうので、できればラップしてください。見てください、これ混ぜて焼いただけとは思えないでしょ。違うもうまそうです。ちょっと切ってみます。これめちゃくちゃうまそう。チョコチップがちゃんと見えてますね。いい感じです。これで完成です。さあ、最後までありがとうございます。これもうちょっとふわふわのしっとりなんですけど、ちょっと食べてみたいと思います。まだちょっと焼きたてなんで、本当は何日か寝かしてからがいいんですけど、ふわふわしっとりしてる。でチョコチップ入れたのが結構いいです。食感も残ってるんで、何かしら皆さん入れた方がいいですよ。多分入ってないとちょっと食べづらいかもしれないです。ちょっとポイントのおさらいですね。今回チョコレート2種類ブレンドしてるんですけど、皆さんもできれば2種類もしくは3種類ブレンドした方がいいです。そうするとこのね、チョコレートの味の波っていうんです。僕らは波って呼んでるんだけど、違う味わいのチョコの香りがパンの中に入るんで、必ずチョコはブレンドしてください。あとはもう簡単、混ぜるだけ。何も気にせず言われた通りに混ぜてオーブンに入れたら、もうこんなふわふわのちゃんと上も割れるしっかりしたパンドできますので、皆さんやってみてください。これ食べたらね、よその多分食べれないです。本物のパンド食べてくださいね。ありがとうございます。今日も最後まで見ていただきありがとうございます。コメントちょっと最近少ないんでコメントください。あとチャンネル登録よろしくお願いします。また皆さんに会えるの楽しみにしてます。また会いましょう。さよなら。